こんにちは、メイです。今回はうずめが牛耳る温泉街を作ったので、今回はついにスキー場を作っていきます。スキー場どうやって作るのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。スキー日和のいいお天気の中、早速現場へ向かいます。最横から作っていくので結構遠いですね。いいお天気すぎて目が痛いので雪を降らしていきます。ここから見える景色をスキー場へ変えていきます。作る範囲はこの辺り。マイデザイン教の私ですが、今回は初めてマイデザインは使いません。最奥の一番端から崖を作っていきます。2段目は縦15マス、横18マスを目安に作っていきます。今回は海外勢の方のアイデアをお借りしてリフトを作っていきます。詳しくは概要欄をご覧ください。アイデアがすごすぎて天才です。大まかに2段目ができたので3段目を作っていきます。3段目は縦10マス、横16マス程度ですね。ということで今回のラフスケッチです。こんな感じで全体のイメージを描いてから島クリエイトをしています。たまに何を描いたのか忘れるので難解な絵になっています。3段目もできたので上から攻めていきます。リフト降り場の主にハムスケを添えて、リフォーム済みですがリフト降り場というかわいそうな作りになったので閲覧は推奨しておりません。ハムスケは飛び盛りの時の最推しです。スロープをつけるために少し拡張。まだ奥から18マスの範囲内で作っています。山作りなので凸凹で問題ないですね。滑り降りてくる場所を表現するためだけにスロープをつけていきます。贅沢だなぁと思いながらも主役になれるからいいよねという気持ちです。ハムスケはまだ降りられませんが1段目にもつけるので安心してください。家にリフトが吸い込まれる場所を作ります。ベンチブランコの両脇に電柱を置いて適当に作った崖を増やしていきます。正面に見えるリフトは電柱を置いた後、前にベンチブランコを置いてリフトっぽく。お借りしたアイデアはこれですね。たまに降りてリフトと崖がぶつかっていないかチェックします。この場合は崖とリフトがぶつかっているのでアウトですね。一番上のリフトに乗れなくなりましたが OK です。一番下にスロープをつけるために崖の拡張。上のスロープとちょっとずらした位置にスロープをつけて、あえて揃えないようにします。一直線でスピードを出しすぎるのを対策しています。2段目のリフトは上と揃えず3マスほどずらします。電柱が大きいので単純にかぶって見えなくなるからですね。1段目も同様です。写真を撮る関係で右側は少し中央寄せ。リフト部分がいい感じです。滑走できる部分がスロープしかないのでなかなか技術が要求されそうです。雪山もたらしめるためには木が必要ですね。今回は針葉樹を35本、低木も20個程度植えていきます。ちなみにこのスキー場はほとんどが山林コースなのでかなり上級者向けですね。最近知ったのですが1段目に雑草が生い茂っていると2段目にも容赦なく生えてくるのですね。凄まじい生命力がここにあります。木の植え方は木が成長した時リフトや家などに多分被らないだろうというところと被らないくらいまで成長させて止める前提で植えているところもあります。逆を言えば他の部分は何も考える必要がないので適当に植えます。山を置いて最終地点だけ決めておきます。成長させきった時に想像と違ったら根元から引っこ抜けば問題ありません。ここ成長させすぎたら怪しいかもと思った時はとりあえず成長止めをしています。あとあまり大きな声では言えないのですが成長止めした木をポッケに突っ込んで保存しています。木が入るやばいポケット持ちですからね。この画面上だけで50本もの木が植えられています。今回も成長を見届けましょう。ヒイラギの実が集合しすぎていたので消してきました。下の段にも山を置いて山っぽく端処理をしていきます。団子3兄弟ならぬ山3兄弟って感じです。隙間が気になるところにハリボテの木を。
島クリエイトで初めて使いましたが、いい仕事をしてくれますね。隙間が埋まってさらに山っぽくなりましたね。ハリボテだけはちょい見えぐらいがちょうどいいですね。とはいえハリボテ感が結構あるので、この場限りのお付き合いにしたい所存です。リフト売り場はスキー板立てかけるものを、ナイター営業もできるように街灯も。ちょっと上からのアングルだとこんな感じの仕上がりになっています。大本命の下からのアングルだとこんな感じ。ずっと作りたかったので嬉しい出来栄えです。これで全て完了です。スキー場のリフト作りはいかがだったでしょうか。ハムスケの生活気になるなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。